ジャパニーズドリームは健在なのか。どうも時丸田中です。今回は一人のミニマリストがジャパニーズドリームの実現に挑戦します。どこにチャンスがあるのか。私はドリーマーではありません。ギャンブラーなんです。大事なのはご近所関係で、それを作るための気持ちが思いやりです。私がミニマリストだと分かれば、周りに特別扱いされて間違いなく他の人より有利に働くでしょう。そこでフェアな勝負にするために正体を隠すことにしました。手元の現金100ドルと携帯、そして自分の足を使って自らの能力を最大限発揮し、100万ドルを目指します。私は時丸田中、持たない男です。55個の持ち物で14平米の狭い賃貸に暮らし、9冊の写真集を発表しました。これから私はとんでもないことをしようとしています。大きな恐怖を覚えるくらいにね。住む場所も食べていく方法も次の日の暮らしさえも定かじゃない。でもそれは30年間いつものことです。大学卒業後4つの会社をクビになりましたが、その後始めたミニマリズムで金を貯め、物を捨て始めたんです。挑戦しようと思った理由ですか？それは経済力と自信しかない昔の自分のような人たちのためです。ジャパニーズドリームは普通のやり方では成し遂げられません。ミニマリズムに関して中流階級的な考えを適用しても罠にはまるだけです。金儲けはゲームです。それをお見せします。皆さんこんにちは、時丸です。今伊丹空港に到着しました。これから挑戦が始まります。とにかく所持金が100ドルしかありません。現在のレートで14,862円、おおよそ大まかに1万5000円としましょう。これでこの100ドルで、1万ドルのビジネスをこのね大阪で作らなければなりません。これは私に与えられたミッションです。まずね、空港に着いてるんですけど、ここからダウンタウンまでだいたい皆さんバスとか電車とか使うと思うんですけど、僕には所持金、これは企業資金になりますので、使えません、そんなにお金を。だからまずちょっとヒッチハイクを試みようかとも思ったんですけど、どうやらね2時間ぐらいで調べたら行けそうなので歩いていこうと思います。でまず歩くためには食料が必要ということで、買い出しに行く。水とナッツが必要です。買いに行きます。1リットルしかないな。750が欲しいね。600でいくか。よし、とにかく食料を手に入れました。これでね564キロカロリー、これだけあれば歩ききれるでしょう。一応ね距離を調べとこうか。ここからダウンタウンまでの距離はだいたい12キロ12、3キロです。8マイルですね。歩いていきます。まずね空港から歩いて出方が分かりません。でなんかさっき警備員のおじさんに止められてね、ここは行けないよって言われて、最初からもうつまずいています。やっぱり空港というのは空港からダウンタウンまで歩いていく人っていうのは多分少なくて、みんなバスとか電車とか使うんですよね。だから最初からねつまずいてます、大きく。でも僕はこれでめげません。必ず空港を脱出できると思っています。空港の端の方まで来ました。おそらくここから歩いていけるでしょう。
上を渡っているモノレールが羨ましくてしょうがありません。ようやく空港を出ることができました。一番、町まで近い国道の11号線をまっすぐ歩いていきたいと思います。空港に続く道のためちょっと交通量が多いですが仕方がありません。街を歩くことは、その街を知ることになります。大阪がどのような街かを歩くことで知り、そこからビジネスチャンスを探りたいと思っています。天気は曇りだと聞いてたんですけど、暑いです。めちゃくちゃ晴れていて、暑いですね。その暑さがこの私の体力を消耗させます。結構何も食べてなくて、なんかご飯を食べたいなと思ってます。途中で本当は空港で食べようかと思ったんだけど、空港に何もなかったから、途中で何かご飯屋さんがあったら、そこでカロリーを補給したいと思います。今国道11号線があまりにうるさいので、ちょっとね折れてね、ローカルの方に、入ってきました。でちょっと一つ道を折れて、歩いていきたいと思います。その方が街の雰囲気をつかみやすいかなと思ったので、はい、メインストリートというか、空港に通じる道は避けて、昨日は実はあんまり寝れてません。なぜならディスカバリーチャンネルを見てたからです。それで先代たちの起業家のマインドをちょっと私も入れておこうかなと思いまして、それで結構寝不足の状態です。はい、珍しく寝不足ですね。それでいてお腹が空いている。ちょっとこの挑戦はどうなるか自分でも全く想像ができません。皆様を悲しませないといいのですが、〇〇という食事処を見つけたのですが、これは私のための食事処ではないでしょうか。でも閉まってます。残念です。この番組のルール上、私は時丸田中を名乗ることができません。本名を名乗れないので、ここではマルコ・ポーロという時マルコ・ポーロのマルコ・ポーロという名前を使って、偽名を使ってビジネスを立ち上げていきます。本当は時丸田中が使えるとどれだけ楽かっていう感じなのですが、それはしょうがありません。おっと、渋いおでん屋さんがありましたね。ただね、今ちょっと今日暑すぎて、なんかあんまりおでんの気分じゃなくて、ちょっとパスします。今ね歩いてたら良さそうなバーガー屋さんがあったので、ちょっとね道路を渡ってねそちらに入ってみたいと思います。休業でした今日。くそ、この町は僕を受け入れてくれない。お腹もペコペコだし、空港からようやく出れたと思ったら食料にありつけそうにないです。ただし、諦めないこと、それだけが僕ができることだ。何も持たない男ができること、それは諦めないことだけ。次の食事どころ探していきたいと思います。気温が高いです。すごく気温が高い。夏かと思うぐらいの感じです。ここはねどうやら豊中市という町みたいですね。でサイゼリヤがねあるんですけど、サイゼリヤに入りたい誘惑にものすごく駆られてます。ただね、やっぱりそのチェーン店だとこの町がどういう特性を持っているのかっていうのが見えづらいので、私はちょっとローカルの店をね探したいと思います。でミックスナッツと水でねちょっとつないで、もう少し歩いていきたいと思います。今ねちょうどローカルの学生たちと遭遇したんですけど、ちょうど3人組がいて、そしたらやっぱみんなねサイゼ以外って
サイズ以外がいいって。でサイズと近くにガストがあるらしいんですけど、サイズガストも嫌だっていう話をしてました。サイゼ以外ってみんな言ってたから、サイゼリアにちょっと今回は入らなくてよかったかなと思ってます。はい、結構今駅にやってきましたね。駅の周辺はなんかありそうですね。なんかすごいローカルミュージックっぽいのが流れてます。商店街のオリジナルソングですね。商店街のオリジナルソング。商店街の中に神社を発見しました。商店街が入り組んでて、で先ほどの神社をね、神社を中心になんか網の目のようにね結構張り巡らされてますね。その中で地元のね、商売が息づいてる感じがします。なかなか活気がある商店街です。先ほどの道路に戻ってきました。でまだねちょっと3分の1ぐらいしか進んでないので先を急ぎたいと思います。そうしないと夜までにダウンタウンにたどり着けない可能性が出てきています。問題は今日泊まる場所です。まず人間の最低限の生活としていい食事を整えないとビジネスを成功させることはできません。だからまず寝る場所を確保しなければならない。でも今スマートフォンを封じられているので友達に連絡を取ることができません。だから正直ちょっと迷ってます。ちょっともう困ってます。本当に所持金は100ドル、それを1日で100万ドル規模のビジネスにしなければなりません。かなりの困難性を感じています。それでも諦めません。アシタバさん、ものすごく美味しかったです。やっぱり地元のお店って感じですね。本当に地域に根ざした感じで、結構地元の方出入りしててね、ものすごく美味しかったです。よし、これでね腹ごしらえ完了したので、やっぱりビジネスを立ち上げるには腹ごしらえがまず先決です。よし、これからダウンタウンに向かって、大阪の街歩いていきたいと思います。今ね、スーツ屋さんがあってオーダースーツを作ってもらうことも考えました。なぜならビジネスにはちゃんとした見た目が必要だとよく思われるからです。でも僕はね、もともとスーツを着ない生活をしています。スーツを着ずに今までビジネスを立ち上げてきました。だから今回は、
スーツを買わずにね行きたいと思います。というか、スーツを買うにはお金が足りません。もう今食事で10ドルくらい使っているので、残り90ドル、だいたい1万4000円、1万3500円ぐらいになっているかもしれません。だから今回はそういう不要なものに使うお金はないので、残りでね頑張っていきたいと思います。行きます。歩くことは山も街も変わらないんですけど、だから街でも山を歩くのと同じような感覚で歩いてるんですけど、やっぱり街は信号があるってこと、まずそれが一つ大きい。信号があるから結構歩くリズムをね満たされるんですよね。もちろんその車の排気ガスとか、空気の良し悪しっていうのは山とは比べ物にならないんですけど、そこは置いといて、歩くリズムに関して言えばやっぱりずっと歩き続けられるっていうのは、そういう人工的に作られた信号機とか横断歩道とかそういうものがないから、今街を歩いてこの大阪の街で森の良さを再発見しています。知らない街でビジネスを始めるには車が必要です。本気ディスカバリーチャンネルでも最初から車を与えられていました。でもここはアメリカではありません。大阪です。だから僕は車なしでこの挑戦に挑みたいと思っています。ただ今ちょうどこのストリートというのが見てわかる通り結構車屋さんが多くて、トヨタとかレクサスとかかなりいろんな車屋さんがある通りですね。あと中古屋さんも結構あったりして、東京でいう青梅街道みたいな雰囲気があります。その道を大阪に向かって、市内に向かって南下しています。大阪には丸ってつけてる店が多い。見ました？今ゆる丸。なんか一番最初に食事処丸々っていうのを発見したんだけど、それからリラクゼーションのゆる丸、しかもゆるキャラみたいなのいましたよね。であれなんか時丸ってほらキャラクターがいるんですよ、福島テレビの。あれに結構酷似してたから、結構パクリっぽかった気はするけど、歩いても到着する気配がありません。もうだいぶ日が落ちてきました。だんだんと不安になってきました。いつもは歩けば歩くほど不安は消えていくのですが、今日は逆です。重曹駅を越えてようやくね淀川を渡ります。長かった、長い。もうここまで3時間ぐらい歩いている。ほぼ休憩なしです。正直ねこの後どのようにね、ビジネスを展開していくか全く読めてません。泊まるところもちょっとね見つけなきゃいけないので、ちょっと今日はそれを優先しようと思います。これが淀川か。梅田の方はめちゃくちゃ混んでて、ようやくね人通りが少ないところまで来ました。なんかね良さげなホテルがちょっとあったので、今日はここでちょっと値段の交渉をしてみたいと思います。
大阪の街が丸見えじゃねえか。とんでもない部屋に来てしまった。またツインベッド。スケスケのバスルーム。むき出しの洗面台。まあ、普通にトイレね。なるほどね。コーヒーがネスカフェじゃない。これは大きな問題だ。ようやくホテルに到着しました。しかし値切り交渉がうまくいかず、結局2万8000円ぐらい払いました。そしてこの番組のルール上、私は1万5000円を全て使い切ってしまった。そしてさらに負債までできてしまっています。100ドルを100万ドルにするというのは並大抵のことではありません。難しいです。そしてこの商いの街大阪でそれを実現しようとするのはなかなかハードルが高い。私には何も技術がありません。ミニマリストです。何も持ち物はありません。だから本当に、ちょっとした撮影とか撮影ができるくらいと、あとホワイトボックスっていう何もない部屋でいつもヨガしかやってないので、なかなかこの挑戦は、そう簡単なことではないでしょう。でもとりあえず泊まれる宿が確保できたので、今日のところは良しとします。必ずこの分をこれから取り返していきたいと思っています。しかし10マイル、結局家からトータルで10マイルくらい歩いて、大阪に着いて8マイルぐらい歩いてる。空港から4時間半、ダウンタウンまで歩いてきました。電車を使った方がやっぱりいいのかもしれません。時にはお金よりも、効率、あるいはその時間よりもお金、お金よりも時間、どっちか分からないけれども、とにかく歩いたので、僕はこれから最上階にあるお風呂に入ってこようと思います。良いビジネスを立ち上げるためには休息は欠かせません。まず食べることはできました。そして休んでから次の戦略を考えていきたいと思います。マルコ・ポーロの挑戦は続きます。最上階のお風呂に入ってきました。誰一人日本人に会いませんでした。そして、サウナもありました。素晴らしかったです。これから食事に行きたいと思います。空港から12キロ歩いて日が暮れました。未だにビジネスの手がかりは何も見つかっていません。でもきっとどこかにチャンスはあるはずです。私は諦めません。時丸田中という名前が使えればいいのですが、ここでは私はマルコ・ポーロです。誰一人知らない、土地勘もない。それでもやっていくしかありません。今ね、御堂筋っていう、かなり大きな道路を通ってきたんですけど、車線がね7車線で全部この道路がもうね一方通行なんですよ。リバーサイドがね結構おしゃれすぎて、なんか雰囲気がで、なんか居酒屋っていうか食事の雰囲気が全くなくて、このねちょっと今ね困ってます。渋い店が多すぎる。
ざいます。昨日は空港からダウンタウンまで歩いている時はかなり憂鬱な気持ちだったけど、このホテルについて宿を確保していい食事に巡り会えて、ようやくこの街で100万ドルビジネスを立ち上げる気力が湧いてきました。やっぱりいい食事といい風呂は大事ですね。昨日のご飯屋さん、たまたま入ったとこなんですけど、この場所で17年間商いをしているという大阪出身の方でした。そのマスターからいろんな情報を得ることができました。空港から街まで歩いてきた人は初めてだと言われました。今日もいい一日になりそうです。マルコ・ポーロの挑戦は続きます。もうね、100ドルを使い切ってしまっています。なので資金がショートしている状態です。でも幸いなことに、これまで PayPay とかキャッシュレス決済を使ってきたので、現金はね、残っています。なのでそれを元手にこれからも挑戦をちょっと続けていきたいと思います。携帯の連絡先を全て消されているので SNS のアカウントを作ってみました。そこでダメ元で聞いてみたところ、大阪でおすすめのお店を一ついただきました。なのでそこにこれから向かおうと思います。やはりダメ元で何でもやってみるものですね。インディアンカレー食べてきました。創業1947年。ものすごく美味しかったです。なんか東京にも店舗あるらしいんですけど、僕は食べたことなくて、大阪発祥でね、甘みがあって、かなり甘さが強いなと思いました。でも結構野菜系の甘みで、それにスパイスがガツンとで、結構辛さがある。美味しかったです。本当に教えてくれた方ありがとうございます。大阪は多分その北新地、北と南によっていろんなそのビジネスの展開の仕方がやっぱりある。街によって結構変化が多いなっていう感じを今感じています。それらを、100万ドルビジネスにつなげていきたいと思ってます。ただそろそろもう時間がありません。今日の終わりというか新幹線の時間が迫っています。もしかしたら一銭も稼ぎを得ないままこのチャレンジが終了してしまうかもしれません。不安でいっぱいです。歩いていたらハロウィンジャンボという宝くじが売られていました。なので私はここに来て宝くじを買おうと思います。手持ちの100ドルを100万ドル規模にするにはもうこれしか残されていません。賭けに出ます。やりました。これはもうビジネスではありません。ギャンブルです。ディスカバリーときまるチャンネル、ギャンブルにとうとう走ってしまいました。大阪駅前第4ビル特設売り場、最高便こちらでございます。ご購入最高便こちらでございます。人生で交通事故に遭うよりも当たる可能性が低いと言われている宝くじ、これを100万ドルにします。挑戦は続きます。
コーヒーブレイクをしまして、安倍のたこ焼き山ちゃんたこ焼き屋さんを紹介されましたので、そちらにもちょっと行ってみたいと思います。ジャパニーズドリームの夢を実現できないまま4万円以上の負債を抱えてミニマリストの挑戦が終わりました。この挑戦が成功しなかったということは、また次の街で挑戦する機会を与えられたということです。さらに物を減らして身軽になってジャパニーズドリームの実現のために次の街へ向かいます。最後までお付き合いいただきありがとうございました。